鈴木アクティビティログです。ですね、先ほどご覧いただいた映像なんですけど、スマートウォッチを購入しました。こちらです。これがですね、Xiaomi の、Amazfit X っていうような、商品名になるんですけど、この Amazfit っていうのがですね、某アップルとか、某 G-SHOCK のような、そういったようなデザインのですね、スマートウォッチとかが、結構いろんなスマートウォッチ出してるメーカーなんですけど、こちらでですね、その新型のこの見るからにこのシリコンのバンドなんですけど、この曲線のフォルム、これ液晶なんですけど、この全く新しいようなですねデザインっていうので、インディゴゴという、クラウドファンディングのサイトでですねこちらの、生産販売っていうのを、していたので、4月ぐらいでしたかね。それでちょっと気になってたので、商品を購入してですね、それが本日到着しました。もともと8月に、発送される予定だったんですけど、生産が遅れていてっていうのがあって、10月になり、確か香港から発送されて、オランダを経由して3週間ぐらいかかったんですけど、自分で注文したのがだいたい6000番台ぐらいだったんで結構早い方だったんですけど、結構他の動画見る感じだとですね、ここ最近到着している人が多いようです。でこのちょっと動画でですねこの時計の紹介をしていきたいんですけど、正直今開けたばっかりなんで全くまだ、触っていないんでですね、今から設定の方をしていきたいと思います。ちなみにですね、自分が購入した価格が149ドルですね。149ドルでこの本体とこちらのもともと入っていた台座がこのように充電のケースにもなっていて、さらに開けるとですね、こちらにスペアのストラップがついています。それではですね、設定の方をしていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、台座がこのように、ケーブルがですね通っていて、こんな感じで USB で接続します。これが基本、充電スタンドですね。こちらになりますと、このシンプルな少しこのくぼみになってるんですけど、この蓋も含めておしゃれですね。で、こちらですね、こうかな、横に感圧タッチのボタンがついてます。なんでこのツルツルなんですけど、触ると反応するような感じですね。はい、このようにおそらくアプリをダウンロードしろということなので、今からアプリをダウンロードしてみます。で、こちらですね、この ZEP っていうものかな、元の Amazfit って書いてるんですけど、この会社がですね、この Amazfit の会社、Xiaomi のこちらのアプリになりますね。はい、でこんな感じでですね、アプリの方を落としたんで、ペアリングをしていきたいと思います。腕時計と、QR コード付きのウォッチ、そうするとこうやってスキャンするので、こちらですね、これをスキャンしていきます。はい、そうするとこんな感じで検索をするので、はい、でこちらで同意。はい、こんな感じで無事にペアリングが完了しました。ちょっと充電がほとんどないので、とりあえず充電をしてですね、数日間使ってみて、またインプレッション、していきたいと思います。はい、ということで2週間経過しました。ですね、2週間こちらのこの Amazfit X をですね使ってみたんで、これからですねちょっと感想の方を、お送りしたいと思います。まず良かった点1つ目、まずはですねこちらの見た目ですね。この見た目が好きで買ったっていうのはもちろんなんですけど、この良くも悪くもですねこの腕時計らしからぬこのデザインっていうのが、結構ですねスポーティーなファッションとかをする自分としては結構マッチするかなと思います。これ会社でつけててもですね結構なんか未来的だねとかかっこいいねっていう風に言われたんで、結構デザイン自体はですねすごい気に入っています。
はい、続いて良かった点2つ目です。2つ目はですね、こちらの、ワークアウトの機能になります。ですね、こちらが、GPS を使ってですね、自分のその移動する速度だったりとか、心拍計とかをですね使って、大体のその運動の強度っていうのを、計測してくれる機能がついているんですけど、ですね、ウォーキングから、ランニング、自転車、スイミング、登山だったりとかですね、さまざまなアクティビティがあるので、何かしらこういったスポーツをする時にですね、ただ歩いてるだけでも、こちら腕時計をするだけで、それをですね記録をしてくれるので、ですね、自分がどういった運動をしてくるのかっていうのを、結構測るのには、かなり使えると思います。でさらに嬉しいのがですね、こちらがその GPS の移動の推移だったりとかを計測してですね、予測で、勝手にですねアクティビティというのを記録をしてくれる機能がついていて、それが結構嬉しいポイントです。っていうのが、ですね、自分の場合、通勤とかで自転車だったりとか歩いたりとかするんですけど、そこでこうどれぐらい歩いたのかどれぐらい走ったのかっていうのを、毎日ですねこちらにどんどん記録をしていって、アプリの方にですね運動の、アクティビティっていうのをログとしてどんどん残していってくれるので、自分が1日の中でどれぐらい運動しているのかっていうのを測るにはすごいいいと思います。でさらにですね、自分の場合は、自転車ロードバイクとかでですね、ガーミンを使ってるんですけど、ガーミンっていうサイクルコンピューターでですね、走行ログっていうのを取っていて、でこちらで取ったログをですね GPX に書き出しが可能なので、ガーミンであったりとかストラバーだったりとかにですねアップロードをすることも可能になっています。ただ、ちょっと残念なのが、自動でこうやってログを取ってくれるのはいいんですけど、自転車に乗っているのに、勝手にウォーキングと判断されたりとかですね、ちょっとそこら辺の精度にいまいち欠けるので、正確なログを取りたいという方はちゃんと事前に自分でスタートストップっていうのを押して測ることをお勧めします。はい、続いて良かった点3つ目です。3つ目はですね、こちらの機能である心拍モニターがついていることですね。今時心拍計がついているスマートウォッチってそんなに珍しくないとは思うんですけど、こうやって24時間つけていて常に心拍を計測するっていう意味ではですね、こういったシンプルなバンドの時計っていうのは、やっぱつけていて寝てる時とかも煩わしくないのかなと思います。でこの心拍を測るセンサーでですね、心拍計はもちろんなんですけど、血中酸素濃度であったりとか、ストレススコアだったりとかも測れるようです。この24時間心拍をモニタリングすることによって、寝ている間だったりとか、安静時だったりとかの心拍数っていうのがやっぱ数値化できるっていうのはすごいいいと思います。で自分はですねこういった感じでこのロードバイクとか乗る時とかにこういうハートレートモニターっていうこの胸に当てる心拍センサーをですね使っているんですけど、これでですね普段自分がどれぐらいの最大心拍だったりとか、平常時だったりとかにどれぐらいっていうのを、ある程度把握はしているんで、例えばですねこのアプリでこの毎日ですね寝ている時の心拍とかを見ていると、今日は疲れてるな、今日は通常通りだなとかっていうような感じである程度自分のパフォーマンスっていうのを把握できるのですごい役立っています。ただですねやっぱり一つ残念なのが、これはちょっと仕方がないとは思うんですけど、脈拍でやっぱ測るのでやっぱりですねこの胸に近いハートレートモニターに比べるとこのリニアなこう細かい上げ下げっていうのは細かく数値は測れないかなと思います。っていうのもこっちで実際測ってこっちで同時に測って、ロードバイクでですねインターバルトレーニングとかをしてるんですけど、その際にですね結構その心拍の上げ下げっていうのがかなり振れ幅が大きい場合ですね、最大心拍の方が一瞬過ぎてですねこっちで多分測れてないんですよね。こっちで多分150台だった脈拍なんですけど、こっちで測った時同じタイミングで180ぐらいいってるんで、その差はかなりでかいなと思います。ここは正確なログっていうのはこっちで取るようにしてるんで、そこまで差し支えはないかなと思うんですけど、普段の特にその安静時通常の日常生活をしている上でここでモニタリングできるっていうのはすごいいいと思います。はい、続いて逆に悪かった点をちょっと挙げていこうかなと思います。まず悪かった点1つ目です。1つ目はですねまず電池の持ちですね。ですねこの電池の持ちなんですけど、実際インディゴ GO のサイトではですねこの電池の持ちが1週間ぐらいとかって確か書いてあったんですけど、そのどういったバッテリーのそのなんていうか設定の条件だったりとか詳しいことは書いてはいなかったんですけど、実際に初めてフル充電して使ってみてもですね1日持たなかったですね。その時は確かこうパッて見たらライトがついたりとかすごい明るく照らしてくれたりとか、常時点灯とかですね、あとはそのなんていうか
フルにバッテリーを使うような設定にしていたっていうのもあったんですけど、最近はちょっと自分で使いやすいような設定っていうのがちょっと分かってきたんで、ある程度ちょっと省電力というか電力の消費を少し減らすことはできたんですけど、それでもですね、2日ぐらいですかね持ったとして、スリープモードだったりとか、使わない時とかなるべく省電力にしたりとかしているんですけど、それでも結構その1週間っていうのはなかなか難しいかなといった印象です。この場合はですねなんていうかちょっと机で1時間とか作業する時とかに、ちょっとこまめに充電をしたりとかしてしのいでいるんですけど、そうなってくるとですね充電のバッテリーっていうのもこちらの台座が1個だけだとですね、ちょっとその不便かなと職場とかでもですね結構電池がなくなりかける時とかやっぱあるんで、そういう意味ではですねなんかもうちょっとシンプルでいいのでなんかちょっと簡単な感じの簡易的な充電器があれば嬉しいなといった感じです。はい、続いて悪かった点2つ目です。2つ目はですねこちらのウォッチフェイスになります。このウォッチフェイスなんですけど、まずそもそも選べる選択肢が少ないっていうことと、そのデザインがですねどれもあんまり好みではないかなという感じでしたね。なんていうか結構そのウォッチフェイスとかっていろんな有志の人たちが作ってたりとかカスタマイズできたりとかすると思うんで、今後にちょっと期待はしているんですけど、ちょっといちいち妙にその派手だったりとかこのクラシカルな文字盤だったりとかっていうデザインとかが多くてですね、あとはもちろんその時刻を見るためっていうのプラス歩数とかバッテリーとか、その心拍とかですねそういった表記とかっていうのもウォッチフェイスによって配置が様々だったりとか表示されてるものされてないものとかあったりとかするので、そういった意味でもですね好きな文字盤でかつ表示の内容っていうのをカスタマイズできるとすごい良かったなって思いました。はい、続いて最後ですね3つ目です。悪かった点3つ目なんですけど、実はですね私これ2週間使っていて、先週の話でしたかね、気づいたらこんな感じでパッてってなくなってたんですよ、腕時計が。あれと思って、その時ですね確かいろんな荷物をなんか運ぶ作業かなんかしてて手袋をつけたり外したりとかしてたんですけど、なんかの拍子でですねこうポロって腕時計が取れちゃってたみたいで、そのバンドもつけてるはずだしなんで取れたんだろうって思って探してたら、結局落ちてたんですけど、っていうのがですねなんで取れたかっていうとこちらなんですけど、ここですねボタンがあってポンってこんな感じで外れちゃうんですよ。おそらくこれがですね、こっちのここの骨ですかね、ここの骨にゴツッと当たった状態で何かの拍子でバーンって外れてポロって落ちちゃってたみたいなんで、例えば結構激しい運動だったりとかする時とかはですねちょっと注意してないとなんかの弾みでちょっと取れちゃったりとかするのかなと思ってちょっと怖かったです。幸いですね特にその液晶のフィルムとかも貼ってたんで大きな傷だったりとかっていうのはなかったんですけど、実際しばらく多分気づいてなかったからですね、これなんかの表紙でそのまま忘れてそのまま立ち去ってたらですねなくしてたなと思うとちょっと怖かったんですけど、そんなこともあってですねちょっとここの簡単に取り外しができるっていうのがある意味デメリットでもあるのかなってちょっと思いました。そんな感じですかね。ただ総合的に見てもすごいやっぱこのシンプルな見た目と何て言うんですかねこの未来的な感じのデザインっていうのはすごい気に入ってるんでおおむね満足しています。実際その ZEP のアプリもですね最初ちょっと使いにくいかなって思ったんですけど、結構管理もしやすいし体重とかもここに入れてるとですね自分の体重の推移っていうのが見れたりとかもするんで、健康管理とかある程度トータルで見る意味でもですねこちらのアプリってすごい使いやすいと思います。はい、ということで、Amazfit X のレビュー動画でした。ですねこちら一般での販売の予定っていうのがちょっとまだ正式にリリースの予定っていうのが出てはいないんですけど、確かですね、価格としては3万6000円ぐらいだった気がしますね。ということで結構スマートウォッチのこの中華版のスマートウォッチとしてはですねなかなか高級な部類にはなるとは思うんですけど、結構見た目もですね安っぽさも感じさせなくてですね作りはすごいいいと思います。実際液晶もすごい鮮やかで操作性も結構タッチパネルのスピードもですねすごいスムーズだったんで操作性はすごいいいと思います。という感じでですね、この動画がもしよかったなと思う方はぜひグッドボタンをよろしくお願いします。他にも筋トレ系の動画を上げていますんでぜひ興味ある方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。